どうもクーピーチャンネルです。タウンエースキャンピングカーで車中泊旅行ってきます。コンパクトで街乗りに使え、居住性は軽キャンより一回り大きい、そしてバンコンタイプなので走りもいい。ずっと気になっていたキャンピングカーです。でも実際に車中泊で使ってみないとわからないことって多いですよね。今回は現役軽キャンピングカー乗りがリアルに車中泊旅での使い心地を体感しお伝えします。走りもしっかり確かめたいので、1日目は山道上り坂、2日目は高速道路の上りを走行します。車中泊時個人的に知りたいのが壁の断熱、外気温と中の温度を調べていきます。遮音性、外の音どのぐらい聞こえるのか実際に寝て体感します。マックスファンの換気能力、マックスファンだけでどのぐらい温度下がるのか、車中飯で肉焼いても匂わないのか、音はうるさくないのか、ミニギャレーの使い心地、食器洗いできるのか、どこまで使えるのか確かめます。タウンエースキャンピングカー興味ある方、ぜひ最後までお付き合いよろしくお願いします。それでは今から車中泊に行ってきます。愛車のインディ727から車中泊のアイテムを移動したいと思います。はい、こんな感じで荷物移動を終えました。ポータブル電源、今回は電気で調理しますんで、ジャックリの 1500W アワー大きめのやつ持ってきました。そしてベッドの下に電気の調理器具入れてきました。あとはシュラフとかですね。でここに長尺物、撮影の三脚とかちょうど入りました。冷蔵庫の下に調味料とかですね、あとは非常食とか持ってきました。座って一番よく使うところですね。ここにティッシュとかウェットティッシュを置いてます。で横には洗うものですね、洗剤とか置いてます。なんか意外と綺麗に収まりました。それではこれで車中泊に行ってきます。はい、それでは出発します。ケンズボックスさんに聞いたらですね、岐阜県せせらぎ街道がすごい綺麗みたいなんで、今美濃市ですね、岐阜県のここから郡上市越えてせせらぎ街道を通って高山市行ってみたいと思います。ここ結構温泉とかあるみたいなんで、ここで温泉入って道の駅で車中泊したいと思います。いやー楽しみですね。なんとですね、ケンズボックスさんが飼ってるアイガモが見送ってくれてます。めちゃくちゃ人慣れしてます。それでは行ってきます。到着しました。それではとりあえず営業時間終わっちゃうかもしれないんで、温泉とスーパーマーケット調べていきたいと思います。今ここの道の駅なんですけど、ここが市街地ですね、高山市の。この辺温泉とかスーパーいっぱいあるんで、とりあえずここ行きます。こちらのスーパー、無印良品とか入ってますね。もう飛騨高山といえば食べたいものがありました。売ってないんですけどね。それでは買い物行ってきます。はい、買ってきました。目当ての岐阜県産飛騨牛ステーキありました。これお風呂入ってから豚揚げしたいと思います。楽しみです。はい、それでは冷蔵庫の中に冷やしていきます。やっぱり40リッターあるんでめちゃくちゃ入りますね。これは頼もしいです。ちなみにこの冷蔵庫はサブバッテリーで駆動してます。もう夕方からずっとつけっぱなしにしてます。なのでキンキンに冷えてます。
それでは次はいよいよ飛騨高山の温泉入ります。なんかこの市街地ですね、こっからちょっと離れたところに夜遅く12時までやってる温泉があります。我流の里って言います。これ山の中にあります。ここに行ってみます。はい、到着しました。車結構いますね。地元で人気のようです。では入ってきます。いやー、いいお湯でした。あんま広くないんですけど、地元のおっさんたちでいっぱいでした。かなり人気ありますね。さあ、それでは車戻って泊まる場所決めたいと思います。いやー、この風呂上がりにキンキンに冷えたお水最高です。やっぱ大容量の冷蔵庫いいですね。それでは今日車中泊させていただく場所なんですけど、飛騨高山周辺結構道の駅多いですね。で、今がここなんですけど、山の方ですね、道の駅飛騨旭村っていうのがあります。ここに一回行ってみたいと思います。で、ここがもしダメだったらもっと山の方にも道の駅飛騨高根工房というのがあるんで、まずは道の駅飛騨旭村行って様子見たいと思います。到着しました。誰もいないですね。道の駅乾燥です。車の台数は止めれそうですね。向こうの方にもトイレがあるんで大丈夫そうですね。窓なんですけど、こちらまだ網戸がついてないということで、こんな感じでメッシュの網戸つけました。こちらですね。ドアに網戸つける感じになります。これだったら虫ガーとかも入らないと思います。今車内が 22.5 度ですね。で、外に温度計設置しました。外が 13.4 度、かなり冷えてきました。13.4 度、かなり寒いんで中の断熱効いてるっぽいですね。明日の朝また外気温と内気温調べたいと思います。今サブバッテリーの残量が 76% と表示されてます。ソーラーパネルは今入力は 0A です。夜なんで 0A ですね。明日の朝ですね、どのぐらいソーラーパネルからインプットされているのか見てみます。とりあえずノンアルコールビールいただきます。普通この真っ暗な中車中泊すると車って結構怖いんですけど、このタウンエース全然怖くないです。やっぱり鉄板むき出しよりもこうやって木で囲うだけで全然雰囲気変わるんですね。木の空間初めてなんですけどハマりそうです。そしてこの運転席の仕切りですね、これ実際に車中泊してみるとすごくいいです。カーテンとまた違ってすごい部屋感が出ますね。あとはもうフロントウィンドウとかサイドウィンドウにシェードしなくてもこれ閉めるだけでパッて車中泊モードに入れるんで時短になってめっちゃ楽でした。これ多分なんですけど運転席と後ろのキャビンですね、この仕切りのおかげでかなり断熱できてると思います。今は涼しいんで変わんないんですけど、明日の朝ですね、太陽が照ってきた時に運転席と後ろのキャビン全然温度違うと思います。温度計前に置いてますんでまた明日の朝検証したいと思います。それではお楽しみの車中飯いただきます。飛騨牛楽しみです。ステーキ丼にしたいんでお米も炊いていきます。やっちゃいました。無洗米
持ってくるの忘れました。非常食でアルファ米持ってきてますんで、そちらでお米炊いていきます。お湯はこのジャクリーのポータブル電源とケトルで沸かしていきます。アルファ米、お湯は 160ml ですね。はい、それではお湯入れて15分待ちます。これで OK ですね。さあ、それでは飛騨牛焼いていきます。できるだけ煙出ないようにフライパン用ホイルで包んで焼いていきます。自分的に今回めちゃくちゃ気になっているのがこのマックスファンです。マックスファンをつけて換気することにより車内でステーキ焼いても匂い残らないんじゃないかなと思います。ケンズボックスさんもステーキ焼いていって言っていただいたんで検証してみたいと思います。今日焼いてから後で匂い確かめて、明日の朝も匂い残ってるか確かめてみます。じゃあマックスファン回していきます。それでここを引っ張ってロック解除してで回していくと屋根が開いていきます。でスイッチを押してこっち空気排出でいきます。あ、ここから風来てます。ここ網戸にして窓開けてますんで、ここから空気吸われてマックスファンで排出されてます。それでは飛騨牛開けていきます。うわ、いい色してます。美味しそう。塩コショウを振っていきます。片面1分ずつ焼いてみます。あ、お肉のいい匂いします。うわー、めっちゃいい感じです。あとはもう余熱で火通していきます。うわー、美味しそう。じゃあこれにわさびものしておきます。はい、完成しました。飛騨牛のステーキ丼です。はい、ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。何枚でもいけそうです。マックスファンなんですけど、一番弱いモードにするとほとんど音しませんね。でも空気はちゃんと抜けていってます。これは期待大ですね。はい、シンクはやっぱり大きさによってできることがかなり変わってきますね。このぐらいの小ささだったらやっぱりもう歯磨くか手洗いぐらいしかできませんでした。皿洗いはしんどいですね。助手席の足元に着替えを置いていたんで取ったんですけど、
運転席めっちゃ寒かったです。中の温度が 20.6 度で、運転席が 16.9 度、外が 12.3 度。運転席とですね、この後ろのキャビンの温度差が結構あります。これは外気温かなり下がってますんで、キャビンの断熱効果かなりありそうです。この山小屋感、めちゃくちゃ落ち着きます。今日はぐっすり眠れそうです。それではおやすみなさい。おはようございます。外は晴れてますね。中が結構暑くなってきて 26.5 度ですね。で、外が 37.6 度。これ多分直射日光当たってますね。で、ダッシュボード前のところが 32.8 度です。ダッシュボード暑いですね。それではマックスファンで空気入れ替えます。やっぱり風が入ってめっちゃ涼しくなりました。温度もちょっと下がりましたね。 25.9 度で、外はさらに上がってきてます。うわ、前がすごい熱風がきます。やっぱこの仕切りすごいですね。本当に別の部屋みたいな温度差があります。あとはやっぱりこの天井と壁の断熱ですね。これがかなり効いていると思います。この中はめっちゃ涼しいです。サブバッテリーが 100% に残量になりました。昨日一晩冷蔵庫をつけていました。夜寝る前下がってきていたんですけど、今ソーラーパネルの入力で 100% になっているようです。この小さい車の中にソーラーパネルシステムとマックスファン、もう最高の組み合わせですね。変にエアコンつけるよりこの組み合わせの方が省電力で現実的かもしれません。遮音もかなり効いてるかもしれません。ただ周りに車行ってなかったんで、また今日ですね、ある程度ガヤガヤしているところで寝て遮音性確かめたいと思います。それでは道の駅の様子見てきます。いや、めちゃくちゃ空気おいしいです。駐車場はめっちゃ広いですね。この手前の方と、あと同じスペースが向こうにもあります。直売所もありますんで、お土産買っていきます。はい、いろいろ買ってきました。ずっと食べたかった飛騨高山の郷土料理、朴葉味噌売ってました。味噌の上になんかいろいろしめじとか肉とか焼くやつですね。いやー、これ楽しみです。家帰って嫁と食べたいと思います。昨日のステーキの匂い全くしないですね。お土産買いに行くときにマックスファン回しっぱなしにしていたんですけど、全然匂いません。かなり効果あるようですね。これどうやって開けるのが正解なんでしょう。ちょっとわかんないんでもう切っちゃいます。うわ、なんかすごい高級なロースハムっていうんですかね、肉が感じられます。美味しそうです。じゃあこれフライパンでアルミホイル引いて焼いていきます。じゃあちょっと明宝ハム1個食べてみます。うまそうですね。これそのままでも全然美味しいです。
すごく肉々しくて美味しいです。いただきます。はい、ごちそうさまでした。明宝ハム、本当美味しいですね。これ家用に買って帰りたいと思います。はい、綺麗になりました。今中が 27.3 度、そしてなんと運転席が 36.4 度です。マックスファンと断熱の効果すごいですね。普通は運転席のように今36度、車の中ってやっぱり日中暑くなると思うんですけど、後ろは27度と快適です。ケンズボックスのタウンエスキャンピングカーの最大のメリットは断熱とマックスファンによる室内の温度調整だと思います。でしかもソーラーパネルから今入力されてますんで、常に 100% になってます。マックスファンと冷蔵庫だけならもう永遠に日中なら作動させることができます。あとは細かいところなんですけど、この冷蔵庫の高さがめちゃくちゃ秀逸でした。すごい取りやすかったですね。でこのエンゲルの冷蔵庫、ここロックこうやって外すんですけど、これもすごい良かったです。であとはもうこのまま閉めるだけ、これでロックがかかります。これはかなり良かったです。そして次はこのベッドの高さですね。これが絶妙でした。これ以上ベッド高くなると天井に頭ついちゃうんで、かといって下下げると膝曲げてしんどくなると思いますんで、ちょうどいい高さでした。でこのソファーの一番端ですね、足元のところ、冷蔵庫もかぶってるんですね。ここがあることによって180センチ確保できました。これもすごいですね。よく考えられてます。軽自動車のバンと違いはこのスペースかもしれませんね。これ180なんですけど、軽バンだったらもう180でここ運転席、助手席になります。でもタウンエスベースだとまだここに少しスペースができます。このスペースは小さいようで大きいですね。あとはさらに細かいところなんですけど、作りが細部までこだわって丁寧に仕上げられてます。こういったネジ一つに関しても出っ張らないように辛い位置に仕上げられてます。やっぱこういうのってなんか気持ちいいですよね。そしてこういったカーテンも閉めて、もうあとはこれマグネットなんですね。ここで、ここはボタンになってます。こんな感じでちゃんと光を遮断できるようになってます。そしてこちらはサイドのドアノブなんですけど、こんな感じでフェルト生地っていうんですかね、すごいおしゃれな生地になってます。触り心地いいですね。こういった細部まで丁寧に仕上げているのが本当日本人が作ったキャンピングカーという感じがして、すごく好感が持てますよね。そして感じたデメリットなんですけど、こちらさっきめちゃくちゃいいって言った冷蔵庫なんですけど、結構音するんですね。コンプレッサー回り出すと。で遮音性が高い車だったんで余計に中の音が気になりました。そしてベッド下収納ですね、こちらが取りにくかったですね。一応引き出して取れるんですけど、上からも取れるようになっていたら嬉しいかなと思いました。取れるのは取れるんですけど、こうやってソファーをまずずらして、この板ですね、これを持ち上げて、そしてこの木の板も取れるんですけど、この大きい箱とかも全部は取れないですね。やっぱりこの下から引き出す感じになります。こういったコンパクトなキャンピングカー全般なんですけど、やっぱり収納がないので気をつけないとすぐ床に物が触れてしまいます。なのでここはアクセスしやすかったらもっと良かったかなと思いました。なんかこんな感じでもうセパレートになっていて、取れたら座りながらも開けれるんで使いやすいかなと思いました。そして走りに関して、今回1泊2日一般道を走ってみての感想なんですけど、まずすごい良かったなと思ったのが、一般道40キロ50キロぐらいで走行すると思うんですけど、その時がかなり回転数が低回転なんですね。だけどタウンエーストルクに振ってますんで、かなりぐんぐん走ってくれました。低回転で上り坂も登ってくれました。さすがに山道の急な上り坂はシュートダウンして登っている感じになりました。もうこんだけトルクフルだったらどこでも行けると思います。そしてデメリットなんですけど、コーナーリング時のロールです。かなり左右に傾きました。速度を抑えて回らないと後ろ荷物ガチャガチャします。左右のロールはキャンピングカー全般に言えることだと思います。
タウンエースのキャブコンカルビー借りた時ロール感じて、で今回バンコンのタウンエースだったんでもっと少ないんかなと思ったんですけど、意外と多少マシかなぐらいでした。もうちょっとマシかなと思ったんですけど、やっぱり速度を落として安全運転に曲がらないとダメですね。この辺はタウンエースの足回り、スタビライザーやショックアブソーバーなどを入れればだいぶ改善されると思います。一般度は全然問題ないという感じでした。あとは気になるのが高速道路の走りですね。遠出とかするときに長距離走ってしんどくないか、あとは登坂車線があるような上り坂ですね。それちゃんと80キロ、90キロ、100キロキープできるのか今日チェックしていきたいと思います。さあ、そして今からですね、今回一般道の燃費測りましたんで、ガソリン満タンにしてリッター何キロ走るかチェックしてみたいと思います。で出発しますんで、この網戸取っておきます。はい、これで OK ですね。はい、エネオスありましたね。でここでガソリン満タン入れます。はい、ゆっくり入れて2回止まりました。息もこれで同じような感じで給油しましたんで、これで測っていきます。じゃあここのコンビニ入ってコーヒー買って燃費計算します。走行距離が 123.9 キロで、今給油したガソリンの量がですね 9.28 リットルということはリッターあたり 13.3 キロですね。まあまあいいんじゃないでしょうか。一般道で山道がもう7割って感じですね。でエアコンはちょっとだけつけました。なので2割ぐらいですかね、エアコンつけたのが。それで 13.3 キロでした。そして次はですね、高速道路の燃費も調べたいと思います。今緩い上りなんですけど、この先かなりきつくなってます。今80キロで走行してます。さあここからですね。